どうも本日はですね、こちらの大量の大葉を使ってやみつきのピリ辛漬けつけていきたいと思います。大葉だけです。シンプルで、今回ニンニクとかも使うんだけど、生のニンニクね、もちろん使ってくれてもいいんだけど、やっぱね香りがすごい強いので、今回は逆にチューブとかの方が軽く香りがするぐらいで大葉の味をちゃんと楽しめると思うので、今回はチューブでやっていきます。じゃあまずこちらの大葉、きれいに水洗いします。で、水洗いした大葉は今回もこの茎の部分別に落とさなくてもいいので、気になる方はまあ落としてもいいけどね。で、きちんとキッチンペーパーで1枚ずつちょっと拭いてあげて。僕はもうでもほんとあっという間にできるんで、これで一個一個ちょっと丁寧に下処理してあげて。はい、で今回大葉の量なんだけど、僕はね今回60枚用意しました。たっぷりです。ただそれでもあっという間にペロッといっちゃうんで、たくさん大容量のね大葉とかが売ってあったらそれを使ってつけちゃって、まあ夏場だとね家庭菜園でシソとかってめっちゃできると思うんで、そういうの使ってもいいと思うし、まあでも皆さんのその家庭菜園でさ、もし大葉作った時、俺去年そうだったんだけどさ、結構ね硬いんだよね、家で作ったら大葉って。だからもう揚げ物とか大葉味噌とかなんか葉っぱを食べるっていうよりもなんか風味を楽しむ感じになっちゃったから難しいね、家庭菜園って。じゃあ大葉の処理は終了。そしたら味付けしていきます。ではタッパーに結構量があるんで、お醤油大さじ3杯、にごま油も大さじ3杯に、チューブでいいのでニンニクこちら小さじ1杯ほど、はい、ニンニクで同量の生姜、はい、豆板醤こちら小さじ1、これピリ辛にします。お砂糖こちら大さじ1/2、いりごまこれはもうたっぷり入れてほしいんだけど、今回はじゃあ大さじ3杯分入れておきます。こちら唐辛子、輪切りの唐辛子、これは適量ですね。一緒に食べても美味しいからちょっと多めに入れとけば大葉と一緒に同じタイミングで食べれて良いと思います。じゃあこちらちょっとよーく混ぜ合わせておきます。こんな感じ。そしたらこの中にもどんどん大葉つけていきます。じゃあもう先ほどきれいに洗って拭いた大葉をもうどんどんつけていきます。で一応よく浸かるようにこうやって交互にやっていこうかな。こんな感じでどんどん積み重ねていきます。今ね大葉半分ぐらいつけたんだけど、まあこれ絶対汁の量足んねえなって、今回で60枚だったからちょっと多かったんで、同じ分量でもう一回ちょっとタレ作ります。じゃあこんな感じで、ちょっとごま少なめであったんだけどちょっとこれで作ったんで、でね多分ねこんだけ量つけるときは同じタッパーの中で作るんではなくて、最初にこういう分量測れるようなやつでバッて作っちゃって、重ねて入れて重ねて入れての方がタレがね染みやすいっていうか回しやすいと思うので、別でやった方がいいかもしれないですね。こんな感じでちょっと重ねたらまたタレかけて、はい、また今度大葉重ねていってっていう感じにした方が効率よくできそうです。でまあこれちゃんとつけたら大葉しなってくるんで、軽く水分が外ににじみ出てかさも減るので染みやすくはなっていくと思います。よいしょ。はい、じゃあこんな感じで全部大葉入れたら、最後残ったタレ全部かけて、で最後にちょっとねまだ浮いてるかもしれないんで、上にサランラップやったらサランラップごとちょっと押し付けてあげて、タレを
上まで浮かび上がらせて、こうすればきちんと浸かりやすくなってくると思うんで、こんな感じでギュッとやればしっかり大葉が全部タレに浸かるので、こちらで半日ほど漬けたら美味しく召し上がれると思うので、冷蔵庫で漬けときたいと思います。では1日漬け込んだ大葉がこんな感じですね。でだいぶ水分も上がってきてちゃんとしっかり浸かってるので、これくらい浸かれば美味しく漬け込まれてると思うので、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。でたまにね、これどこの器ですかっていう質問があったんですけど、今回ねちょっと新しくね器を買ってきたんで、他にもいっぱい買ってるんで、そちらはねまたね後で動画で紹介させていただこうと思うんですけど、一応今日使ってるやつだけでもかわいい。これこうちゃんが選んでくれる。これね唐草五右衛門丼だって名前、一応名ぽいよね前みたいのがあって、あと一応ねこれだけ、この2つだけねいろいろ買いました。いろいろあるんでね、はいまあちょっと今度、はい、紹介させていただこうかなとはい思います。ということで早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。あ、かっぱ橋だね、そういえば。そうかっぱ橋で買いました。で今回は一応ねこの大葉に合わせて、はい、このステーキ800円です。ちょっといい霜降りのやつですね。いただきました。いただきましょう。まずはやっぱお米とだよね。これどこがどれだ。あ、これか。いいっすか。じゃあいいよ。いただきます。はい。どう。めちゃくちゃうまいよ。いただきます。あ、うまっ。正直もうこの大葉だけで十分美味しい。本当にうまい。マジでうまっ。ちょっと俺早速卵黄をねおいっこ落として、ピリ辛な感じが最高。でこれをね潰してね、絶対うまいじゃんそんな。で残りの肉のやつは潰してお肉と一緒に。はい。じゃあいただきます。まろやかになってめっちゃうまい。もうタレと絡んで黄身つぶしのうわ最高。もう見た目ビジュアル最強。めっちゃうまいよ。最高。こうちゃんやばい。絶対うまい早速次肉やっちゃっていい？いやうまっ。お肉をここに乗せて、大葉ちゃんをこのタレで食べる卵かけご飯もうまいもん。うまいマジで。合う。これもめっちゃうまっ。ちょっと大葉でお肉巻いて、もう後から鼻に抜けるこの大葉の香りがやばい。超贅沢なあれだね、食事になったね。これやばい。これはすごマジで大葉あっという間になくなるね。い。なくなる、本当になくなる。60枚とかやったけど全然もう。これにちょっと今度俺禁断のこのそれも黄身をつけていいよ。黄身をまとわりつかせて、あうますぎ。優勝したね。大葉が結構さ、まあバッて皮
重ねてるからさ、結構たっぷり一気に取っちゃう場合があるじゃん、そのことを考えたら60枚でも少なかったかもしれない。少なかったね、確かに。100枚ぐらいつけていいと思う。お酒のあてにもいいだろうね、これね。これしゃぶしゃぶみたいな食べ方になってるけど、これ超うまい。卵かけてこの大葉漬け売ってほしいね。販売してほしい。ご飯あっという間になくなった。こうちゃんほんまにもうないということで本日はですね、つけるだけでできる、やみつきピリ辛大葉漬けをこうちゃん作っていただいたんですけども、もう本当にご飯泥棒、めちゃくちゃうまいです。そのまま食べてると最初ピリッとした後から大葉の香りがすごく抜ける感じで爽やかな感じなんですけど、卵と絡めるとそのタレの濃厚な感じがまろやかになって、それはそれでまたね味変になって美味しいっていうのと、今回は大葉とご飯でも合わせたんですけど、お肉ともこうやって合わせると、めっちゃうまいです。本当にあっさり食べれるしね。そうあっさりやっぱね、タレが濃厚であれなんだけど、大葉がすごいさっぱりさせてくれるから、他のねその料理とかの味付けとかにもすごくいい。だから調味料的な感じでもいっぱい使える感じなんで、すごくおすすめになるかなと。で今回は牛肉だったんですけど、鶏肉とか豚肉とかと合わせてもうまい。もう絶対うまいと間違いないですね。間違いないと思うので、ぜひ皆さんとても簡単なので作ってみてください。もうとりあえずね、もう食べていただかないと分かんない感じの味になってるんで、ぜひ作ってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。